どうもグデと申します。今回は八ヶ岳を討伐していきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。まず八ヶ岳の説明をします。弱点は頭部となっていますが、爪でガードされているので頭部はなかなか狙えません。なので糸で覆われている部位を狙うようにしましょう。そして属性は氷属性が弱点となっています。また、八ヶ岳の特徴は糸を、放ってきますが、この糸に当たってしまうと動けなくなってしまいます。もし、糸で動けなくなった場合は硝酸剤を飲むか、左スティックをガチャガチャと動かして早く抜け出しましょう。状態異常はあまり有効ではありません。続きまして今回用いる装備の説明をします。今回用いる装備は前回と同じものを使用していきます。ステータスはこのようになります。では早速八ヶ岳討伐へ向かいましょう。まず最初は突進です。つけひばきも糸や炎で攻撃してくるので注意しましょう。次はビーム状に糸を放つ攻撃です。糸に当たってしまうと身動きが取れなくなってしまいます。次は引っかき攻撃です。次は2連続の引っかき攻撃。してくる前に両手を上げるので分かりやすいと思います。次は腕を投げ払う攻撃。八ヶ岳の近くにいると当たってしまうので離れておきましょう。次は糸の弾を3つ飛ばす攻撃。これは足に糸をまとっている時にしてきます。次は噛みつき攻撃。当たると糸やられ状態になってしまいます。この攻撃を避けると弱点である頭を狙うことができます。次は付けはだきを3匹召喚する行動です。怒っていない時は付けはだきは糸を吐いてきます。怒っている時は付けはだきは炎を吐いてきます。次はお尻を振る攻撃です。足に糸をまとっている時は糸の玉を2つ飛ばしてきます。お尻に糸をまとっている時は4つ飛ばしてきます。次はお尻で叩いてくる攻撃です。足に糸をまとっている時は1回だけやってきます。お尻に糸をまとっている時は2回連続でやってくるのと糸も飛んでくるので注意しましょう。次は炎を放射してくる攻撃です。足に糸をまとっている時はその場で放ってきます。お尻に糸をまとっている時は炎を放ちながら移動します。この攻撃は前進しながら炎ブレスを投げ払って1往復させてきます。この攻撃をしてくる前にキョロキョロするので比較的分かりやすいかなと思います。この攻撃が終わるとお尻に糸をまとっている状態から足に糸をまとう状態に移行します。次は八ヶ岳の必殺技です。まず八ヶ岳の周囲に炎を放った後360度熱を放射させてきます。
上に天井があるときは天井に張り付くので攻撃ができません。なので離れておきましょう。まず先制攻撃を与えます。八つ敵戦の主な立ち回り方は頭が弱点なんですけれども、爪でガードしているため狙えません。なので、糸をまとっている部位を狙っていきましょう。今だと足に糸をまとっているので足に攻撃を当てていくといった形になります。あと今回は新ため切りじゃなくて激光山を代わりに入れてあります。ただ気絶耐性を上げていないので、あまり攻撃を食らいすぎると気絶してしまいます。なので攻撃を避けつつ激光山を与えていければいいかなと思います。この攻撃に当たってしまうと糸やられ状態になってしまいます。糸やられ状態になった時に炎の攻撃を食らってしまうといつもより攻撃を受けてしまうので注意しましょう。で、ある程度足にダメージを与えたらこのようにダウンを取ることができます。この時頭を狙えるんですけれども、ダウンの状態の時間が短いため頭は狙えません。あと確定でこのようにお尻に糸をまとう状態に移行します。この叩きつけは2回連続で行ってきます。気絶耐性を上げていない状態でタックルとかでこの攻撃をいなそうとすると2回目の時に確定で気絶してしまうので、今回は、避けておくことをお勧めします。で、お尻にダメージを一定量与えるとこのようにダウンを取ることができます。ただ足を攻撃した時に比べてダウンの時間が長くなっているので頭を狙うチャンスは十分あります。そして、これも確定で足に糸をまとう状態に移行させることができます。このブレスとかはかなり攻撃チャンスとなっていますね。これで疲れ状態になりました。八つ敵は他の大型モンスターに比べて疲れ状態になるまでの時間が短いような気がします。この攻撃とかかなり攻撃チャンスですね。ただ八つ敵の顔の前にいると糸やられ状態になってしまうので注意しましょう。これとかダウン短いんでため切りを与える時間はないですね。で逃げました。八つ敵は全体的に肉質が硬いので結構討伐するまで時間がかかるかもしれないですけれども、攻撃力自体は低いので戦いやすい敵かなと思います。
糸やられ状態になって炎の攻撃を受けなければ、死ぬ要素はないかなと思います。この火炎放射はお尻に糸をまとっているので横に移動してきます。頭の方に回ってもいいんですけど、回る時間があるならばお尻に直接攻撃を与えた方が多分ダメージ量は稼げるかなって思います。お供の仕掛けた毒毒落とし穴にはまりましたね。この必殺技は爆発させた後周囲を投げ払うんですけれども、この爆発させた後にすぐ八つ敵に近づけば攻撃することができます。これはもう離れているので砥石を取りました。これはちょっとミスりましたね。これとかも前に進んでしまうので、ため切りを与えるのはちょっと難しいかもしれません。これ逃げましたね。これもお供がしびれ罠を仕掛けてくれました。このように結構お供は罠を仕掛けてくれるので、やっぱりアシストが一択だと思います。
あと今ガルクにはガルクが攻撃をすると周りに回復をばらまく巻物をつけてあります。これ結構便利なので装備させておくといいかもしれません。全てをぶつけます。覚悟はいいですか？ちなみに糸を足にまとっている状態でお尻を狙うと古文の数を減らすことができるので、結構お尻を狙うのもありかなって思います。本気にさせましたね。仕掛けてきますよ。これはちょっと場所が狭いんで避けれないです。これで八ヶ岳討伐完了です。いかがだったでしょうか。八ヶ岳は2つの形態があって、足に糸をまとう形態とお腹に糸をまとう形態があります。それぞれ、行動パターンが異なるので、もしどちらかが苦手という場合はあえてダウンを取らずに片方の形態のみで戦うのもありかもしれません。次回はラージャンを討伐していきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。